1989年12月29日、日経平均は 38,957 円という史上最高値を刻みました。取引所のディーラーたちは、熱狂の中でモニターの数字を信じられない思いで見つめていました。土地も株も、日本全体が、明日も必ず上がる、という根拠のない自信に包まれていたのです。興奮は極まり、誰も自分たちが歴史的な頂点に立っていることなど、想像もしていませんでした。しかし、その祝祭の裏側で、日本はすでに自分自身の重さに耐えきれなくなっていたのです。1980年代後半の銀座では、1万円札を振らなければタクシーが止まらない伝説が生まれました。誰もが消費に走り、東京の土地価格はもはや現実的な価値を完全に失っていたといいます。ブランド品を買い漁る日本人の姿は、世界中から驚きと羨望の目で見られていたのです。終わらない夢の中にいるようなこの高揚感が、永遠に続くと誰もが疑わなかったわけです。狂乱の円が最高潮に達した時、日本を支えていた基盤には静かに亀裂が入っていました。なぜあの日、誰もが頂点の訪れに気づかず、破滅へと突き進んでしまったのでしょうか。過去数年間の成功体験が、人々の正常なリスク判断を麻痺させていたことが最大の原因です。少しの下落があってもすぐに反発する市場を見て、人々は暴落を買い場だと信じ込みました。政府も企業も集団心理に飲み込まれ、右肩上がりの神話を維持することに必死だったのです。この盲目的な確信こそが、経済大国日本が抱えた最大のリスクそのものだったと言えます。1980年代半ば、ソニーやトヨタといった日本製品は、世界の市場を完全に支配していました。安物というイメージは消え去り、メイドインジャパンは信頼の代名詞となったのです。戦後40年で世界第2位の経済大国にまで上り詰めた事実は、日本人に強烈な自負を与えました。アメリカの消費者が日本製品を求めて列を作る光景は、日本人の自信を揺るぎないものにしました。この圧倒的な自信が、やがて冷静な経済感覚を追い越していくことになるとは誰も知りません。1985年のプラザ合意により、急速な円高が進みましたが、これは誤算の始まりでもありました。輸出企業への打撃を恐れた政府は、景気対策として極端な金融緩和政策を打ち出したのです。円が強くなったことで、日本企業にとって海外の資産は驚くほど安く見えるようになりました。手に入れた強すぎる通貨を背景に、日本は世界中の資産を買い叩く狂乱的な野心を抱きます。潤沢な資金と円高という追い風が、日本をコントロール不能な投資競争へと駆り立てました。ニューヨークの象徴、ロックフェラーセンターを日本企業が買収したニュースは世界を震撼させました。マンハッタンの一等地やハワイのリゾートが、次々と日本資本の手に落ちていった時代です。アメリカの象徴を買い進める姿は、日本が世界そのものを支配しているような錯覚を生みました。当時のメディアは、日本によるアメリカ買収を衝撃的なトーンで連日のように報じていたのです。しかし、この華やかな海外進出の裏で、国内の土台はさらに危ういものとなっていました。日本銀行が続けた低金利政策により、お金を借りることが魔法のように簡単になっていきました。銀行の窓口には、融資を求める人々が溢れ、担保さえあればいくらでも資金が引き出せたのです。借りた金で投資し、利益でさらに借金を増やすという連鎖が、社会のあらゆる場所で起きました。返済の懸念よりも、今すぐ投資しなければ損をするという強迫観念が人々を支配していました。この低金利という甘い罠が、日本経済を底なしの負債の渦へと引きずり込んでいったのです。1980年代後半の日本で最も強力だったのは、土地の値段は絶対に下がらないという神話です。借りた金で土地を買い、値上がりした土地を担保にさらに金を借りるという無限ループです。物件を出せば昼前には買い手がつくような狂気が、不動産取引の現場を支配していたといいます。土地価格の上昇が融資を呼び、融資がさらに土地を釣り上げる完璧な上昇循環に見えたのです。しかし、実体経済を無視して膨らみ続けたこの循環は、出口のない破滅への階段でもありました。日本の大手銀行と企業は、
系列と呼ばれる強固な株の持ち合い構造を築いていました。お互いの株を持つことで買収を防ぎ、株価が上がれば全員の資産が増える共生関係だったのです。資産が増えればさらに多くの融資が可能になり、さらなる投資へと資金が流れる仕組みでした。安定しているように見えたこの巨大な鎖は、実は一家ところが壊れれば全てが倒れる罠でした。運命共同体となった企業群は、迫り来る崩壊のリスクを互いに隠し合うことになってしまいます。1989年末、日本銀行はついに過熱した景気を冷やすため、金利の引き上げを断行しました。インフレを抑えるための判断そのものは正論でしたが、タイミングはあまりにも遅すぎました。冷やされるべき景気はすでに臨界点に達しており、利上げは調整ではなく爆発の引き金となります。金融引き締めという名の冷却水は、熱狂の絶頂にいた日本経済に致命的なショックを与えました。誰もが期待したソフトランディングは、日経平均38,957円を最後に夢と消えたのです。1990年1月4日、新年最初の取引日に起きた株価下落こそが、逆回転の最初の予兆でした。当初、多くの投資家は、一時的な調整に過ぎないと楽観視し、強気な姿勢を崩しませんでした。しかし、一度始まった下落の勢いは、日を追うごとに市場の楽観論を一つずつ粉砕していきました。期待が失望に変わり、失望が恐怖に変わるまで、それほど多くの時間はかからなかったのです。この日から日本経済は、その後34年も続く長い迷路へと足を踏み入れることになります。株価の暴落は、やがて不動産価格へと波及し、日本のあらゆる資産価値が溶け始めていきました。担保としての土地の価値が下がると、銀行は一転して企業に融資の返済を厳しく迫り始めます。返済のために資産を売れば価格はさらに下がり、また新たな担保不足を生むという地獄です。かつて、完璧な循環と呼ばれた上昇螺旋は、今や止まることのない転落の渦となりました。都市部の華やかな風景はそのままに、その内実だけが急速に空洞化していく異常な時代でした。1990年代前半、銀行の帳簿には回収不能となった膨大な不良債権が隠されていました。損失をしたためれば経営が危うくなるため、多くの銀行は問題の先送りと隠蔽を選んだのです。いつか景気が回復すれば土地が売れるという幻想に、組織全体がしがみついていたといいます。この見えない時限爆弾が経済の血流を止め、再生のチャンスを何度も奪い去りました。嘘の上に築かれた均衡は、やがてさらなる巨大な崩壊を招くための準備期間に過ぎませんでした。本来なら淘汰されるべき企業が、銀行の追加融資だけで生き延びる、ゾンビ企業となりました。利益を生まず成長もせず、ただ古い借金を抱えて存在し続ける企業が日本中に溢れたのです。新しい投資や挑戦は止まり、社会全体の活力がゾンビ企業を支えるために浪費されていきました。止まっているのに終わってもいない。そんな中途半端な停滞が、日本経済の呼吸を奪います。生ける屍のような企業群が、日本が再び立ち上がるための貴重な時間を食いつぶしたのです。1997年11月、名門山一証券の破綻は、日本人が信じてきた神話の完全な終焉でした。大手金融機関であっても潰れるという事実は、日本社会を底知れぬ恐怖と絶望に突き落とします。株価暴落から7年、ようやく人々はこれが一時的な不況ではないことを思い知らされたのです。かつての輝かしい栄光は跡形もなく消え去り、むき出しの現実だけが目の前に横たわっていました。誰もが守ってくれると信じていた組織という盾が、音を立てて崩れていった瞬間でした。社員は悪くありませんと泣き崩れる野沢社長の姿は、時代の罪を象徴する光景となりました。一生安泰だと信じて働いてきた数千人の社員が、一晩で職場と未来を失ったのです。経営陣の謝罪は虚しく響き、組織への忠誠がもはや何の保証にもならないことが明白になりました。一つの巨大な雇用神話が崩れた衝撃は、日本人の労働観を根本から変えてしまうことになります。この涙の会見から、日本は挑戦よりも生存を優先する、閉塞感に満ちた時代へと移ろいます。バブルの恩恵を知らない若者たちは、
就職氷河期という過酷な後始末を背負わされました。企業の採用枠は極端に狭まり、昨日まで当たり前だった正社員への道が突然断たれたのです。夢を語る余裕はなく、ただ生き残るために必死にならざるを得ない世代が大量に生まれました。社会全体が絞ったツケが、未来を担うべき若者の可能性を長い間奪い続けることになります。この世代が抱えたトラウマは、後の日本社会の少子化や消費停滞へと深くつながっていきます。崩壊のトラウマにより、日本社会全体の価値観は、攻めから守りへと劇的に転換しました。大きく夢を見て挑戦することよりも、失敗せず現状を維持することの方が賢明だとされたのです。家庭も企業も防衛に徹し、かつての爆発的なエネルギーは影を潜めていきました。バブルへの過度な反省が、かえって日本から成長への意欲を削いでしまった側面も否定できません。慎重すぎるほど慎重になった日本人は、次に訪れるべき変化の波さえも、疑いの目で見つめました。2024年、株価はついに34年前の水準を超えましたが、失われた時間は決して戻りません。株価という数字の回復だけでは癒せない、重すぎる30年の歳月が日本には横たわっています。その間に失われたチャンス、諦めた結婚、そして守り続けて縮小した社会の姿は深刻なままです。だからこそ今、私たちは単なる数字の狂気に浸るのではなく、あの日々の教訓を問い直すべきです。失われた30年の重みは、これからを生きる私たちが背負い続けなければならない現実なのです。歴史を振り返れば、最も危険なのは暴落ではなく、誰もが大丈夫だと確信した瞬間でした。AI ブームや資産高騰に沸く現代でも、同じ狂気の種がどこかに潜んでいるかもしれません。大事なのは、夢を見ながらも、その土台が本当の価値に支えられているかを見極める目です。頂点はいつも静かにやってきて、明日も同じ日が続くと錯覚させてから姿を消すものなのです。バブルとは、単なる価格の高騰ではなく、疑う人がいなくなった状態のことなのです。